宿命を変え、最高の人生を歩んでいくことができるということですね。瞑想の聖地インドで修行者1億人の頂点に立つ史上初の女性、ヨガの母ヨグマタ相川恵子が送る人生の羅針盤。今回のテーマは、こんにちは、ヨグマタ相川恵子です。本日のテーマは運命、宿命、使命ということについてお話ししていきたいと思います。例えば私たちが日本人に、生まれたとかね、そういうもう自分で変えることができない、決められている、そういうあるいは気質とかね、そういう体質とかそういうものでも、ずっと過去世から続いていてですね、そういうキャラクターみたいなものを変えられないっていうものもあるんですね。そういうのを宿命って言うんですけれども、また運命っていうのは生まれていろいろ体験をしてね、また記憶があり、それがまた、欲望になったりしてね、その自分と同じようなそのエネルギーのね質を引き寄せたりして、そして運命がそのエネルギーが展開していくってね。でそれを全てはね、本当のところでは自分が決めて自分が選択をしているんですね。ですから意識を高めるっていうことができていくとですね、何を選択したらいいのかっていうのがね分かってきて、そして良い方向に自分を変えていくっていう運命を変えていくことができるんですね。自分で選択して、この環境は良くないから変えようとか、こちらの道を選択しようとか、そういうことでより一層良い人に出会うように、良い事柄に出会うように、ポジティブなね、そういうエネルギーを選択するとか、それにはね、そういう自分の生き方というものでですね、気持ちがいいことを選択、その気持ちがいいっていうのがね、エゴが気持ちがいいということでなくですね、もっと深いところの本当の願い、そういうものに合ったものを選択するといいわけですね。でも最初はそういう本質的なものがわからないので、自分の心に翻弄されているんですね。ですから運命に押されてどんどんね、もしたら自分の意図しない方向に流れてしまうというの環境に負けてしまったり、周りの人のね意見に負けてしまったり、あるいは自分の欲望にね翻弄されてしまうっていうね。私のところではですね、あなたの中の本質というものね、そこにつながっていただく。それはね、神とも言われる存在、あるいは魂とも言われる、そういう本当の自分、そういうを超えたね純粋な波動存在につながっていただくことでね、そういう願いによってですね、皆さんがね何を選択したらいいのか、エゴに翻弄されないように、欲望に翻弄されないように、でそうした選択によってね、純粋な存在からのね、純粋な愛からの、英知からの選択によってね、セルフィッシュな行動でなくて、どうしたら調和が取れるのか、本当にね、宇宙的なそういう意識によってですね、本当の調和が取れる生き方が一時的にね、何か心が満足したり体が満足する、そういう選択でなくね、そのみんながバランスが取れてね幸せになるような、相手の幸せも考えている、そういう相手の立場に立った選択であったりね、最終的にどういうふうになっていくのかって、一時的なその自己防衛の選択でなくて、本当に全体が調和が図られるような選択をすることができる。ですから皆さんがね、
さらに運命を変え、またそれがゆくゆくは宿命を変えてですね、自分が自分のマスターになってしっかりと意識を覚醒させて、その命の働きがですね阻害されないように、命が主人公になって生きていかれる、そういう生き方、本当の自分を知っていく、それは悟りへの道というんですけど、人生の目的はね、私たちは、単にですね自分の欲望を満足させるために生きるのではなくてですね、そういういろいろな欲望もさっと解放させてですね、あるいは執着を取ってですね、そして本質のね願いを成就していく悟りへの道というものが最終的な人生の目的なんですね。でもなかなかそれが見えないので、自分の心が強いとね、自分の心につながっていると、まず自分を自己防衛をしたりね、その時に心地の良いことを選択したり、その欲望の願いを叶えたいということがね優先してしまうわけです。ですから皆さんが私のヒマラヤ秘境のヒマラヤシッダー瞑想を行っていただきますと、そうした高次元の存在につながり、本当の自分につながって、そういうところから英知をいただきね、そういう力によって直感が働いて、そしてより一層ですね、素晴らしいエネルギーにつながり、良いものを引き寄せて、そして調和が図られね、そして愛が育まれてですね、そして平和になっていく。そしてそういう生き方を進めることによってね、敵を作らなかったり、悩みが増えなかったり、執着しなかったりで、もっともっと平和になり、愛の人になり、でやがて悟っていくことができるというね、あなたが完全な人間になっていく、そういう歩みができるということなんですね。ですから宿命っていうのはね、もう変えられないとか思ってるし、また運命も変えられないって一般的に思うわけですけれども、私たちがねいろいろなエネルギークオリティを持っているんですけれども、その源の純粋なエネルギーというものをヒマラヤ秘境では皆さんに差し上げてるんですね。そういうエネルギーにつながることでね、より一層客観的に自分の人生を俯瞰して見ることができね、翻弄されないでね、そして学びとしていろいろなこの人生の出会いを学びとしてね、感謝を持ってより一層どういうふうにね意識を高めね、どういうふうにいろいろな物事と対応していったらいいのかって、恐れから対応するんではなくね、学びとして受け取って、そしてさらに理解を深めて愛を選択するっていうふうなね、そういう生き方に変わっていくんですね。人生がものすごく楽になっていくと思います。真のヨガ瞑想を通して100万人以上に愛と平和を伝えてきたヨグマタ相川恵子に学ぶヒマラヤシッダー瞑想無料説明会を開催中。 LINE 登録するだけで完全瞑想ガイドをプレゼント。詳しくは概要欄から。だから私たちはもともと宿命とか運命とかね、そういうものが染みついてあるんですけれども、それを打開していくのにね、で本当の使命を生きる、あなたがねどうしてもこれをやりたいっていうのはね、それをやり遂げながらね、そこには真理からの英知をいただきながらね、速やかにねそれを解消したりね、あるいはいらないものは手放し、またそれをねよりクオリティの良い使命にしていくのには、周りの人も幸せになっていく。
で自分も成長していっているんだって、やがて悟りへのプロセスとしてこうした使命もねやり遂げていく。で本当の使命っていうものにねさらに出会って、自分は一体誰であるのかっていうことをね、本質を悟っていくというね、私たちは一体何のために生まれてきたのか、その古来からそういうね疑問を持ってきたんですね。でそれは本当にそういう方がいて、そうやっていろいろな哲学をベーダの哲学を表したりして、そういう教えが伝わってきてるわけですけど、その実際にヒマラヤの聖者にね会えるっていうこと、それがね、私の使命で、私がヒマラヤの聖者に選ばれてね、そしてヒマラヤまで行って、そういう本来現れない秘境の実践をさせていただきね、日本人でありながらそういう無垢者究極のサマディを体験したということが奇跡なんですね。皆さんがヒマラヤ行ってそういう体験をしてくださいっていうことでなくて、今あなたはこの日本にいながらにしてですね、あなたがそのエネルギー、私が修行して、そしてその得たエネルギーをね、その源の存在と一体になれる、そうした精妙なエネルギーの祝福をいただき、またヒマラヤ秘境の瞑想秘法をいただいて、良いエネルギー、高次元の存在につながり、またそうしたエネルギーにつながってサポートをいただいてね、であなたがその使命を遂行していく、本当に素晴らしい生き方をしていくことができると思います。ですからその宿命とか運命っていうのを、あなたはねそのいいエネルギーにつながることでね、あなたの直感が優れね、正しい選択をして、そして運命を変え宿命を変え、あなたが最高の人生を歩んでいくことができるということですね。そもそも運命とか使命っていうのは生まれた瞬間から人に与えられているものなんですかね。そうですね。いろいろ DNA とかね、そういったものでですね、過去世からどういうエネルギーを使ってきたかっていう、でまたその環境とか星の運行とかね、そういったものが影響して皆さんの宿命っていうものがね決められているわけですね。また運命は生まれてからどういう体験をしていくか、どういう親によって育てられるか、どういう環境が与えられるか、そういうものでまたエネルギーがね常にあなたを作り上げる。私たちのそのエネルギーっていうのはラジャスとかタマスとかサトバとか言うんですね。何でもその質っていうのがあるわけですね。私たちの体っていうのは物質であるし、心も物質なんですね。それがすんごい細かい粒子で、それがわーって雲のように集まって濃縮されて体になり心になって、いろいろなエネルギーがそこにあるわけです。それでエネルギーのセンターがあってですね、どういう人生を過去に送ったかってね、そのエネルギーがしっかりずっとね続いているわけなんですね。それはクオリティになっているんです。サットバっていうのは純粋っていう純粋なエネルギーと、ラジアスというのは活動的で、タマスっていうのは力強いエネルギーなんですけど、そういうものが混在しているんですね。それを清めるっていうことが私たちが生まれてきた理由なんですね。またこの宇宙の素材でできてますから、宇宙の土の要素のいろいろな成分が入っていたりね、空気があったり水があったり、その昔の哲学で、インドの哲学で言いますと、土の要素とそれから水の要素と火の要素とね、で風の要素と空の要素っていうの、その5つの元素が混在してるんですね。その中にまたそれがラジャス、
里場ね、タマスというようなこういうエネルギーの質がね、でそれを清めていくっていうのがね、で清めてそして進化していくっていうのはどうやって清めるかっていうのがヒマラヤ秘境の修行なんですね。だから外の行為をどうするか、また内側をどのようにしていくかっていうことでね、でまずいいエネルギーにつながる、自分を信じるっていうこともあるんですけれども、私たちがね否定的な心を持っていたら、やはりもっともっとダメだダメだって言ったらこうエネルギーが固まってしまってね、そしてもっと濁ってしまうとかね、感謝していくと、それでもっとこう喜びのエネルギーがね、こうホルモンとかもたくさん出て溶けて、そして平和になっていくとか、そういう心の持ち方でも変わりますしね、体の動かし方でも変わる、いろいろこう変わっていく。そうやってどういうものを選択したらいいのかっていうのがね、直感で分かるようになってくるんですね。またそういうガイドをいただいて、そして進化していく。そうするとものすごくね、皆さんが楽な人生、素晴らしい人生を歩んでいくことができます。どうやったら自分の生きる意味だとか使命とか、そういう道しるべを見つけていくことができるのかなっていう。やはりね、みんな幸せになりたいって思ってね生きていらっしゃると思うんで、今までも一生懸命そうしてこう知識を身につけたり、学問したり、あるいはなんか技術身につけたりね、今こう分からないながらいろいろなことをやっているんですけれども、ヒマラヤ秘境の瞑想はいいエネルギーをシェアしてね、いいエネルギーにつながるように、あなたの源につながって源に行くっていうのがね、最終目的なんですけど、いきなりつながらせてくださるんですね。迷いなく進んで、一般の人でもね、そうやってすぐにね明確になって歩んでいくことができね、やっぱし気持ちがいいことを選択すると思うんですね。嫌いな人よりもじゃあ気に入った人に会うとかね、でもそれだけではやっぱしうまくいかないんだなってね、平等の意識になっていくっていうね、嫌いとか自分の価値観に翻弄されてるんですね。で自分がこう本当にその心を超えたところのそういう無限の存在、そういう源の存在につながる、そういう瞑想をしていくことによってね、もっと愛が増えたりして、許しの心が増えたりして、そして自分が今まで嫌ってたっていうのがね、そうでもないんだなみたいにね、いいかみたいに変わってくるんですね。ですからそういうところで自分を変えていくっていうね、人は変えられない。で自分を変えていくっていう、私たちはその自分の選択を変えることができる。で運命宿命っていうものに翻弄されないで、もう少しこう離れてね、そしてもっと信頼した生き方をしていくっていうところで、学校行ったら先生に学ぶ、生まれておいたらお父さんお母さんを信頼して生きてきましたよね。お稽古ごとも先生のところに行って学ぶようにね、あなたがね最高の人生を歩むのに、やっぱりそういう学校というかですね、そういう教えをしている、そういうスピリチュアルの先生なりね、瞑想の先生のところに行って、ヒマラヤ秘境の先生を選ばれて、私はヒマラヤの秘境ということで皆さんにそれを分かりやすくね、この日本においても本当にダイレクトにね、皆さんが幸せになっていくことができるということで皆さんにシェアしているんですけれども、実際に生きた、そして究極のサマディ、涅槃を体験した、死からねエネルギーの、シェアをいただきながらできるので、最速で皆さんがそうしたね、運命をさらにね、運命に翻弄されることなく覚醒して生きていくことができるということですね。だから普通の人でもできるということです。そういうふうにですね、自分の生きる意味をね、見つけるためにもね、ぜひ
ね、瞑想を始めていくことでね、いろいろな疑問が解けてね、で何をしたらいいか、何を選択したらいいかっていうのが分かるんですね。ですから分かってからやるんじゃなくて、分かるために瞑想をまず取っかかってしていただくと、あなたの使命っていうのがね、しっかりと理解でき、体得できると思います。皆さんの幸せをお祈りしています。